こんにちは。チキンパラダイスハワイの葵とオセロの黒です。チキンパラダイスハワイでは鶏を幸せに飼うっていうのをテーマにして活動しております。で、ここ5年間鶏を飼っていて、で自分なりに、調べてみたりやってみたりいろんなことをごちゃごちゃ研究した結果、私なりの鶏の幸せな飼い方っていうのをだんだんまとまってきたので、皆さんにご紹介したいと思います。お話しすることがたくさんあるので3回に分けて紹介します。第1回目は鶏の生活環境についての話をしたいと思います。すごくシンプルに鶏を飼うために必要なものは、まずお水とご飯、そして、寝る場所と遊ぶ場所で、もしメンドリを飼う場合は巣箱が必要になってきます。すごくシンプルにするとこれだけで鶏は飼えます。まず鶏の飼い方っていうのを考える前に、鶏がどういう生活をしているかを見ると、どうして何が必要なのかっていうのが少し分かりやすくなると思います。まず鶏がベーシックに毎日やっているのは、地面をつついて掘ることです。これは食べ物を探しています。でそれ以外には、掘っている間になんか暖かくなってきたら日向ぼっこをして、いい砂の場所があったら砂浴びをするっていう感じで一日が通り過ぎていきます。鶏は水浴びはしません。なので砂が大事になってきます。これらのみんな鶏たちが楽しいと思う、アクティビティをするためにはどれぐらいの広さが必要なのか、この人たちは結構広い場所にいるにもかかわらず、みんなぎゅうぎゅう詰めになってゴロゴロしてる場合が多いんですけど、アメリカの動物愛護のスタンダードからすると、ざっくり鶏1羽に対して1平方メートル弱あれば良いと考えられてます。でももちろん飼ってる鶏のためにそれより広い場所がいいっていう人はもちろんなるべく広くしてあげて、で狭かったらそれはちょっと困るけど、でも数が多い分にはみんなこうやって団子になってるから、その辺は結構鶏がお許しをくれるので猶予があると思います。で遊ぶ場所以外に寝るところが必要になります。鶏はみんなが思っているより地面の面積よりも空間を大事にする生き物なので、高さをつけてあげるとすごく喜びます。昼間にもこうやって上に上がっている子は上に上がってます。寝るときは必ず外敵から身を守るっていう本能があるので、すごい高いところに登ります。体重の軽い鶏だったら野生だと結構2、30メートルも高い木の上で寝てたりするので全然手が届きません。うちは2メートルぐらいのところにいます。こちらの体重の重い卵産みのメンドリたちは、普通に教科書の本とかを見るとあまり高いところに登ったりするのは苦手って書いてあるんですけど、うちの場合はみんなと同じくこの2メートルの高さのところで寝てます。体重が重いので上がるときに困ったり降りるときに足を怪我したりする場合もあるので、こんな感じで段を何段か作ってあげて上がりやすく降りやすくしてあげるといいかと思います。
メンドリを飼うんだったら絶対に巣箱が必要になります。ざっくり説明すると、巣箱はその名前の通り、鶏が安心して卵を産める場所です。これを用意するときに大事なのはまずサイズです。飼ってる鶏によって必要なサイズは異なってきますが、私が、ここ5年ほどやってて分かったのが、このちょっとだけちょっと狭いかなっていうぐらいのちょっとキュッとした場所の方が好きみたいです。見ての通り大きいメンドリが小さい巣箱に入ってます。狭すぎやろってなで、次は場所です。場所は、少し高い位置に置いてあげると飛んで上がって安全な位置に卵を産むっていうことができます。うちの巣箱もこの下の段を作ったんですけど、こちらはただの休憩所として使われてて、卵があれ以来入っていることはありませんないねどうしたみんなで、もう一つ、巣材と入り口です。巣材はちょっと今うちは汚いからサンプルにならないんですけど、木くずとか何しか卵がコトンと落ちても割れない柔らかい素材を用意してあげるといいです。あとは鶏たちが自分でかき混ぜてカスタマイズするので、あまり心配しなくていいと思います。で、この巣箱の入り口なんですけど、普通にただの四角い穴を開けているともちろん卵が転がり出ちゃうっていうのもあるし、あとこのちょっと暗い場所が安心するから、巣箱自体が大きかったにしても少しこうやって段をつけたりカーテンをつけたりしてあげることによって中が狭く感じられて安心できて卵を産んでくれます。結構この辺重要です。なのでお宅で飼っている鶏に合わせて巣箱も調整してあげてください。なんで部屋の真ん中で産むん鶏の糞と床材の話をします。まず鶏を飼っているとご飯を食べてもちろん必ず糞が出ます。こちらの処理と床材についてをちょっと一緒に話をしたいと思います。土の上に糞が落ちる場合は自然に分解されます。そしてうちみたいに地面とつながっていれば問題なく分解するので、あまり匂いも残りません。理想的には草が生えていてみんな草を食べて糞をして糞が草の栄養になってっていうのがもちろん理想なんですけど、それが叶わない場合やうちみたいに数がたくさんいるとすぐ草なんかなくなってしまいます。なのであっという間にただの土になったり泥になったりします。で、そういう場合分解が追いつかない場合は、英語ではマルチという素材を使います。マルチっていうのはざっくり言うと、この木の破片とか草とか何しか植物性の繊維が入ったものを細かくした、この今床にあるのはマルチと土が混ざってます。これがあると土が乾いて分解がしやすくなって匂いも減ります。鶏の糞は自然に帰る時にはもちろん虫とかも分解を手伝うんですけど、ほとんどの場合バクテリアが分解をやってます。この人たちは雑食だから、糞が結構きつい方なので、虫が食べると虫が弱ったりもするので、虫ではなく結構バクテリアが分解を担当してます。鶏の糞には、2種類あります。普通の糞と盲腸便っていうのがあります。普通の糞はあまり匂いはなく、鳥糞だねっていう見た目をしているんですけど、この鶏特有の盲腸便っていうのはすごいベタっとしていて服についたら取れない、
すごい匂いのきついものが出ます。こちらはその雑食だからこそ、いろんなよくわからないものを食べても分解できるように、その盲腸のところに溜めて数日間発酵させながら消化するっていう仕組みがあるからこその糞です。進化の賜物ですね。でもそちらはとんでもなく臭いので、服や手につかないように気をつけましょう。最初見た時はこの人大丈夫かって思うぐらい匂いがきつかったです。で、こちらの糞で健康状態のチェックがもちろんできるので、板を置いたりコンクリートの場所を置いとくなり、うちの場合こういう木でできた餌入れとか、それこそ巣箱の端っことかご飯を置くテーブルとかのところに糞がたまるので、そちらを定期的に除いてます。明らかに血とかおかしなものがあったらそこを見ればすぐわかるので便利です。鶏を何羽飼うと幸せかっていうことについてお話ししていきます。一般的に雄鶏1羽に対して雌鶏が10羽って言われているんですけど、すごい個体差があるので1対1の夫婦で仲良しな場合もあるし、雌鶏が複数いるだけで仲良くしているっていう場合もあります。ごく稀に雄鶏同士で仲がいい場合があります。これはうちにいるハートとスターみたいな感じですね。私の知り合いにも藤田さんのように家族の一員として鶏を1羽とか2羽だけとか飼っている人たちがいます。そういう場合だとうちのペンちゃんみたいにそれこそお布団で寝るとか、そういう鶏らしからぬことをする子がいます。飼い主がすごい長い時間一緒にいてずっと関わっている場合は比較的平和に飼える気がします。これは数とかオスとかメスとか関係なく、人がいればいるほどみんな平和にしているような気がします。何千羽とか何万羽とかのすごい数の鶏を飼うっていう話はちょっとよくわからないんですけど、うちは200羽しかいないので。でも雌鶏だけでたくさん飼うとすごいなんかひどいいじめが起きる確率が上がるような気がします。知り合いで雌鶏ばっかり飼ってるっていう人もいるんですけど、そういう場合だとなんか変な争いが起きてお尻つつきとかで殺し合いになったりするっていうのを見たことがあります。鶏はみんな自分が誰であって他の人が誰だっていうそういう細かいことがよく分かっているので、一人でも減ったりするとすごいうつ病になったりします。前小学校の時のお友達は鶏を2羽飼っていて、片方が犬に襲われて死んでしまった後、もう片方の子はすごく長いこと卵を産まなくなってしまいました。その後お友達を飼い与えたら回復したっていう感じです。なのでうちにいる子も200はいるけど、おそらく200は全員がお互いのことを知ってると思います。というわけで私が思うには、多分雄鶏が2羽以上、そして雌鶏が20羽以上のグループが一番幸せだと思います。でももちろんみんながみんなそういう飼い方をできるわけではないので、前回も言った通り鶏に聞いてあげてください。問題が起きるようであればちょっと手を貸してあげるなりして、そうやってみんな結構優しいので、多分頑張っていればそれも伝わると思います。今日第1回目は鶏の生活環境についてのお話をしました。はい。でも、鶏を飼うっていうのはその私が紹介したこれっていうものは実はなくて、見ての通りペンちゃんは全然違う要求をしてきます。ね、ペンちゃんは家の中で床が滑るけど、普通の木の床で生活したいらしいので、はい、というわけで、その鶏1羽1羽に対して何がいいのかなっていうのを考えながら鶏と一緒にその環境を整えていくっていうのが一番いいと思います。なので鶏が好きっていう気持ちが一番大事ですね。君は普通のハードウッドフロアの、普通の家の中で
クッションの上に座ってのんびりしたいんだよね。外は嫌いです。バイペンちゃん。次回第2回目は鶏の食べ物についてのお話をします。ぜひ見てください。